ありがとうございます。もともとそういうタンパク質とか制限とかやったり好きなんで、行ってみたいなと思って朝活みたいな感じで来ました。これは黒ごまナタデココとか入ってるっていうのびっくりやし、桃が入ってるっていうのびっくりで、なんかいろんなものが入ってるけど結構あっさりしてるっていうか飲みやすいなと思って、めっちゃ美味しいです黒ごま。はい。そうそう、豆腐スムージーってどうですか？知ってました？いや、初めて、全く知らなかったです。こんなフルーツの味あると思わなくて、めちゃくちゃびっくりですね。今日チョコバナナです。結構豆腐の味するし、これでお腹いっぱいになる感じで満足感すごいなって感じで。いや、もう最高やと思います。お待たせしました。はい、どうぞ。ありがとうございます。ベリー3兄弟頼みました。ちょっと暑いんで爽やかに行きたいと思ってベリー3兄弟にしました。めっちゃベリー。よかったらこんなシールもらってください。もらいます。はい。ありがとうございます。見せてください。いい感じ。かわいい。ありがとうございます。ありがとうございます。これは抹茶スムージーです。抹茶めっちゃ好きです。めっちゃ美味しいです。豆腐スムージーってそもそも知ってました？いや知らなかったです。初めて飲みました。めちゃくちゃ美味しいです。お待たせしまして。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すみません。バナナです。いつもバナナ飲んでます。3、4回目くらいです。美味しいです、めっちゃ。70代のお二人ではい起業されてるんで、どうですか、そんなお二人見て。なんか私もこうなりたい。いつまで経ってもなんかやっときたいです。楽しそう。はい、ありがとうございます。すいません。はい、ありがとうございます。あ、いいですか。はい、ありがとうございます。今めっちゃハマっててハマってます。昨日も来ました。昨日はベリー3兄弟を飲んで。1回目はそんなバナナと黒ごまッスルいただいて全部美味しかったな。2回目よりも3回目の方が美味しくて、3回目よりも4回目の方がなんかどんどん美味しくなっていく。めっちゃ美味しいです。どんどんハマってはい、本当に本来の自然の甘さが入ってるので、それが本当にハマってる一番の部分かなとは思ってます。牛乳がダメな人で飲んでしまったらお腹痛くなっちゃったりするんですけど、これは全然大丈夫です。めっちゃええよ。これってお二人ですよね。そうです。似てます。これも可愛いです。豆腐を入れて、豆乳を入れて、で攪拌して、それからいろんな種類の果物を入れます。レシピのこだわり、いろんな果物入っていってる、抹茶やったら抹茶を生かす味、ほうじ茶やったらほうじ茶を生かす味、黒ごまやったら黒ごまを生かす味のそういうレシピになってます。一押しは？いや、全部です。一押しも二押しも三押しもないんです。全部です。ナタデココは植物性繊維質で咀嚼することによって満腹中枢が生まれるので、お腹いっぱいっていう感じが。それでナタデココを選んだんです。お豆腐のこだわり。ないしょ。企業秘密です。ほうじとこや。ほうじ茶。同じ生のスムージーをマイナス30度で瞬間冷凍させて、瞬間冷凍にせんかったらお豆腐がじわっとすると高野豆腐になってしまう。パサパサになっちゃう。だから瞬間に1分2分でコンとキュンと。お聞きしてもいいですか？これね、2020年の時に置いてるわけじゃないんですけど、それから2年ぐらい経ってから海外の方がいっぱい見るようになってから、そやそや言って息子がこれを買ってきて押してもらってたんですよ。で、初めのピンはこの大きい方のピンだったんですけど、このピンが重なり合ってきたらさせなくなって、でちっちゃいピンに変えたんですよ。小さいピンの方が後からなんですよ。いやー、いろんな方多いですよ。ヨーロッパ系も多いし、オーストラリア系も多いし、アメリカの方も多いし、韓国の方も多いしね。美味しいとは言ってもらえて、ここに滞在してる間に3回4回来てくださってるお客さんもいらっしゃいます。1回飲んでもらったら美味しい言って、でまた次も来てくれはって、お友達に言うてお友達が来てくれはったりして。
2020年で開業させてもらって71歳です。主人が脳梗塞で倒れまして、もともと画廊を経営してたんですけれども、車の運転もできなくなったんで、それなら閉めましょうかいうことで閉めたんですけれども、それからしばらく遊んでたんですけど、このままもう死ぬのも嫌やし、で息子にこのトレーニングジムしているので、このお掃除でもさせてほしいって言ったんですけど、ちょっと待ってって、いいことさせてあげるから言うてさせてもらったのが豆腐スムージーなんですけど、トレーニングの後にプロテイン飲まれますでしょ。それが科学的なものだから自然なもので作ってほしいっていう形で出来上がったんです。だってもうまだその時70過ぎた時に遊ぶだけでよりも何かやっぱり体を動かしたい。動かしてやっぱりお金も欲しい。そんないろんなことを考えてたこのお仕事をいただいて、今やったらいろんな方とお話しできるからより元気になっていく。頭活性もできますしね、元気でいってらっしゃい。明日また仕事せなあかん。朝ちゃんときちっと起きて、時間通りに出てこれる。それが一番ですね。100まで働き言われてます。100までお母さん働きって言って。それが喜ばしくことですね。元気でいとけよっていうことですよね。いや本当ね嬉しいことです。70代っていろんな70代がいてると思うんですよね。支える側の70代も支えられる側の70代もいてる中で、僕たちは特にねやっぱり支えるお父さんを支えられてる側かもしれないけど、お母さんやっぱり元気でね最前線を走ってくれてるっていうのは嬉しいし、僕のお客さんとかが僕より10歳年上とか20歳年上ぐらいの方も結構いらっしゃる中で、うちのお母さんより元気やなとか、まだこうやって元気でやってるのってすごいねって言ってもらえるのはね、それがいいっていうことだけではないけど、それでも嬉しいことかなと思いますけどね。いや本当78、77になってほんまにそこまで毎日こうやってお店来れるかって言ったらそれだけでも十分尊敬するし、やっぱりすごいなっていうのが今やっぱり時代のね変化が激しい時じゃないですか。それに必死についていってやっぱまだまだ成長してるなっていうのはすごい尊敬しますよ。脳梗塞のきっかけはやっぱり糖尿があって脳梗塞があって、だんだんいろいろその線の腎臓が出てきたり循環器系統で出て、それを順番にたどってあります今。長いこと入院もしてましたけどね、ちょっとようなって今はもうずっと毎日来てくれてます。車椅子になってしまったですけどね。いや働きすぎでしたもん。忙しすぎてもう自分の体を気遣う暇なかったから、で気づいた時には倒れてた。はい、下がって。やっぱり家におるよりは、私は70なんですけど、こういうところに来させてもらったいうのはやっぱりいろんな人と会える。だけどそういうことはやっぱりなかなか外に出ないと人には会えない。息子の考えも、お年寄りが僕らみたいな人にできたら、こういう小さな店でもいろんな人と接するような形で、年いった人も動けるような場所があればいいなと思って頑張ってくれてますんでね。一番楽しい時ってどんな時ですか？忙しい時ですね。今やったらろくなこと考えませんけど、忙しかったらそんなことを考えずに、そういうパッポンでやってることを没頭できるから、お客さんに対してもいらっしゃいませ。そういう一言も言えるし、忙しいのがやっぱり嬉しいんかな。美術商の画廊を経営してたんですけど、少ない休みなんかありません。百貨店販売やから、百貨店土日忙しいでしょ、祝日忙しいでしょ、休みなんてございません。だから今働くのでも全然苦にないんです。ゆっくりする方がしんどいです。暇になった方がどうしようかしら思います。お客さんと喋ってる時、お客さんとお話してて楽しそうに喋ってて、おいしいね言うてくれたら一番幸せです。お店どうしていきたいか。もちろん海外進出ですよ。近々フィリピンに行けそうですよ。海外の方って豆腐すっごい好きなんです今。豆腐文化ができてましてね。でやっぱりビーガンの方も多いし、豆腐をやっぱり日本の大切なものだからもっと広めて、もっとただ豆腐を食べるんじゃなくて、もっとこんな豆腐の食べ方もあるよっていう感じでいきたいな。豆腐を飲むなんて感じられなかった出会いのマッチングなんですよ。このロゴマークが世界中一番いいです。向こう行ってどっか紹介する、そんな無一層もない。ここを守り続けます。
100歳まであと22年ありますということは22年生きなあかんから働かなあかんから頑張らねいや働く方がいいでしょ動く方がいいでしょ働きますはいはいどうぞよかったら持ってください単純なんです